塩田正宏。野球をする合気道と野球の共通点とは。あれ今どこにいるんですか？今大森駅にいます。いつもの東洋町じゃないんですか？東洋町じゃないですよ。何するんですか？野球するんですよね。なんで野球するんですか？いや、それ石渡さんでしょ。なんか、最近ね YouTube ね、やっぱいろんな人に見ていただきたくて、コラボを、していこうかっていう話になっていて、はい。で石渡さん多分特産 TV のはいはい。ファンでしょ。そうですで連ね。絡をしてなんかコラボが、はい実現することになりまして、今から野球をしに行きます。おできるんですか、マサさん？僕だいや、やってないですよ。四半世紀やってないですね。25年やってないんじゃないですか。ボール公式なんて持ってないし。おー。ただ僕のその合気道の生徒ってプロの方が結構多いんですよ。はいはいはい。野球だけじゃないんですけども、はいゴルフのプロであったりとかバドミントンのプロであったり、でそういった方はその合気道をやってその自分のものに活かせるっていうことでやられてるみたいなので、で僕も今日その野球見させていただいて、何か合気道の共通点であったりとか体の使い方についてなんか説明できたらなと、思ってはいるんですけども、僕サッカーの方が得意ですからね。今度サッカーもやりますか？サッカーか。サッカーもねいいですね。オンラインサロンでもね、梶選手のチャンネルとコラボしてくださいとか言われましたもんね。はい。そういうことをこれから挑戦していくんで。僕もね、何が楽しみかっていうと、そのすごい広い野球場で、はい。道着着れるんだけど、外でね、日光浴びながら。武道家ですね、やっぱり。いや、気持ちいいだろうなっていうことでね、今日は楽しみでしたよ。はい。楽しみです。じゃあ、今、野球場に向かってるわけですよね。はい。はい。じゃあ、楽しんでいきましょう。はい。塩田正宏チャンネル。おー、なるほどなるほど。面白い面白い。面白い面白い。ここでまさかのアンダースロー。どうもこんにちは、塩田正宏です。ですね、今日は特産 TV にお邪魔してまして、それ多いんですけども、野球素人なんですけども、ちょっと体の使い方の指導をさせていただきました。いかがでしたか？いや、面白い。合気道面白い。脱力であったり、そのバランスであったりとか、あとは使う箇所とか、あんまり野球人意識してこなかったところなので、すごいためになりましたね。いかがでした？通ずるものが非常にあったのかなっていう、特に力み、力んじゃないもうダメなんで、そこをいかに取っ払うかっていうコツを少しなんか学んだ気がします。で、僕たちのチャンネルはその合気道のチャンネルなんですけども、体の使い方はすごい理にかなっていて、そういったものいろんなスポーツにつながるのかなと思ってるんですけども、野球だと例えば僕の生徒でも野球の小学生ですごい子とか結構いるんですけども、野球だと靴を履いてたり、グローブをされてたりするのは、見えない部分がある。合気道だと結構対人だったりするんで、相手を動かせるかとか、自分のどこに力みが入ってるかとか、結構わかるんですよね。でちょっと一つ企画として5分だけその合気道的な体になるストレッチをちょっと教えるので、その遠投とかできます？できますよ。遠投していただいて飛距離が伸びるのか、5分で伸びるのかっていうのをぜひやりましょう。大丈夫ですかね？ぜひちょっとやってみてください。わかりました。やりましょう。はい、今肩慣らしも終わったということで、今現状をどのぐらい飛ぶのかっていうのをこう見せていただいて、そうですね。合気道のその体の使い方をちょっと5分だけ、ちょっとお時間いただいてストレッチさせていただいて、その後飛距離が変わるのかどうか試してみたいと思います。わかりました。じゃあ一旦現状を。じゃあ一つ意気込みを。じゃあセンターのフェンスを越えるぐらいの勢いで投げます。いきます。いつもの通りです。いつ
つも通りです。はい。いくよー。落ちたとこボール置いといて。この辺り。はい。ちょうどホームベース。わかりました。じゃあその合気道の使い方って、はいさっき手について結構説明したんですけども、胴体も使えるようになるといいんですよ。ほう。一言で言うとこの骨盤とその肋骨の部分を開く。ほう。で野球の方を見ていたら2人ともここが結構使えていて、こっちが縮んでこっちが伸びてるはい動きをするんですけども、そのストレッチを、はい例えば右足に体重をかけて、手をね思いっきり伸ばしていただきます。はい深めてそうですね、こっちの方でずっと伸ばし続ける。はい。そうすると、こっちが縮んできて、ここはしっかり地についてるけども、ここがどんどん伸びてきますよね。はい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 。このストレッチをちょっと20秒石渡さん数えてて、1、2、3、もっと高くもっと高く。はい。おお。こうなるとですね、非常に強くなりましてもうこれだけでちょっと検証の前にはいちょっと一回座ります。あ、座れますよ。で、はい。ちょっと膝つけます。膝ついてはいすいません。全然僕の体を、はい。僕今何もやってない状態、はいこう押す押す。と、押されるわけですよ。はいはいはい。で、今のちゃんと骨盤を置いて、背筋を伸ばす、背中がまっすぐになるんですよね。はいそうすると、押されなくなるんですよ。で、さらに押し返せるという。ほう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 。今かなり力強くて背中に来ましたけども大丈夫ですか？大丈夫です。そういう体の使い方をします。ほさっき手の出っ張りを内側に入れて、でこれで通る手にはなったんですけども、これだけだとこう流す胴体が弱いので、ちゃんとこう上げる。そうするともう動かないですう。よね。はい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 。なのでこう技がねこうかけられるんですよね、合気道って。はで今ちょうどね伸ばして温まったところで、は今野球を見てたらこっちこう結構伸びてる、こっちが縮まってる、はいこの胴体の力も利用してやれば伸びますよ。ちょっとやってみましょ本当ですか先生？そんな簡単なことう。今20秒だけでしたね、5分じゃなくて。マジであるんです。そうでしょ。そのまま投げないですよね。はい。いくよ。確かにこう伸びてるもんな今伸びた状態ですね。今。伸びてる。いきます。あれ伸びてない？伸びてない？伸びたか。どうだ。ちょい伸びた。伸びた？伸びてます。伸びてます。伸びました。 2メーターぐらい伸びた。伸びると思います。今ちょっと20秒だけしかやってないんですけども、はい知らずのうちに野球の動きで胴体使えてはいるんですけども、はいさらにこう伸ばしたりして、逆も伸ばしたりすると、胸がちゃんと背筋が伸びた状態。そうなると胴体の力が伝えて伸びる。へえ。ぜひ練習に取り入れてみてください。これ面白いね。なんでぐーっと伸ばしていくんですよね。そうですね。でももうずっと天井に伸びるぐらいぐーっとやって、こっちは縮んでこっちは伸びる。不思議なのがこっちだけ伸ばしてんだけどこっち縮んでいくんだよね。伸ばしてる逆サイドがぐーって縮んでくるのが面白い。釣りそうそう。あ、そう、分かる分かる。釣りそう。はい、じゃあ実験結果、合気道の体の使い方を少し学べば遠投距離が伸びる。伸びた。おお。すげえ。へえ。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。後ろ伸びた。いや、ちゃんとやってました。やりましたよ。力感一緒で、でも
結局意識せずとも多分伸びてるからはい、勝手にはい、パーンと出力が上がったんじゃないですか。これ多分自分で強弱で変えたら全然違う結果になってたと思いますね。なんか力入れて投げようと思ったら結局ここが働かずに距離が伸びないか同じぐらいかだったんじゃないですか。はい、まあいつも通りこう投げていただいてる感じですよね。そうです。まあただいつも通り投げたら伸びた。野球だけじゃなくていろんなスポーツにも使えるはずで、知らずに達人すごい方はやっぱ胴体を使えてる。でもここがやっぱり一番大きいですから、手を使うにしろ、まあ、ここの力なんで、はい、ここをこうしっかり伸ばしたり縮めたりすることがすごく重要ってことですよ。そうですね。運動していく上では。そうですね。そしたらまあこういう大きなところが使えるようになってくる。